皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。今週もたくさん一緒に日本語でお話ししていきましょう。で、今週のトピックは日本の車事情についてお話ししていきたいと思います。それでは今週もコーヒーを片手にお話ししていきましょう。乾杯。さて、日本での車事情ですが、今日は日本で車を持っている人の話、そしてその車をどのように使っているか、あとは住んでる場所によって車の使い方が変わってくるので、そのお話や日本のドライブの楽しみ方などお話ししていきますね。で、まず一つ目ですが、日本では車を全員が持っているわけではないんです。例えばアメリカとかだと全員が車を持っていて、一人一台というイメージが強いですが、日本では特に都会に住んでいる人は車を持っていないことが多いんです。これはなぜかというと、都会は特に交通の便利がいいので、例えば車ではなくて電車やバス、あとは新幹線、たまにタクシーなどを使うことの方が多いです。なので、私も東京に住んでいた時は車を使わずに電車に乗ったりバスに乗っていました。ところが、日本の中でも田舎と呼ばれる場所に住む場合は、車を持つことが多いです。で、これはなぜかというと、田舎はバスと電車来る頻度が少ないんですね。なので、例えば私の住んでいる場所でも、バスは1時間に1回か2回、1時間に1本か2本しかないというのが現状です。で、これだとやっぱり少し移動がしにくいので、私は田舎だと車を持って運転しています。なので、地方や田舎と呼ばれる場所では、1人1台というのも珍しくありません。そして、あと日本に行くと、これは皆さんもすぐ気づくかもしれないんですが、小さい車がよく走っていますよね。で、この小さい車は軽自動車と呼ばれます。通称軽と呼ばれていますが、軽自動車は日本にぴったりで、例えば日本では他と比べて道路が狭かったり、道路が狭いのでスピードが遅かったりするんですね。で、このような場所をちゃんと切り抜けてぶつからないように運転しようと思うと、軽自動車がぴったりなんです。なので、日本ではよく軽自動車を見かけると思います。そして、じゃあ田舎の人は車を持っているとすると、都会の人は車に全く乗らないの？と疑問に思うかもしれません。が、最近は、カーシェアというものが流行っていて、カーシェアとは、車を数時間借りれたり、自分がここからここまで行きたいとなった時に、その時だけ車を使えるというイメージです。なので、レンタカーを1日わざわざ借りなくても、そのカーシェアで、車を一時的に借りることができます。そして日本ではドライブが本当に楽しいんですね。で、これには、理由があって、ドライブに行くと日本ではサービスエリア、そしてまたはパーキングエリアという場所があります。サービスエリアが何かというと、高速道路にある休憩所のことです。なので高速を走っていると、たまに何々サービスエリアと出てきます。で、昔はトイレとかガソリンスタンドがあるだけの場所も多かったんですけど、
今では本当にテーマパークみたいにすごく楽しく、デザインがされてあったりとか、そのご当地、その土地の有名な食べ物があったりします。例えば、北海道であればソフトクリームがあったり、静岡なら海鮮丼があったり、で、福岡には一蘭があったりします。特に最近では、なんか、温泉があるサービスエリアとか、有名なアニメとコラボレーションしたサービスエリアもあるみたいです。なので、ただただ目的地に行くためだけではなく、その目的地に着く間にも楽しめるように、その日本のおもてなしがサービスエリアに詰まっています。そしてもう一つ、これはサービスエリアみたいなんですが、高速に乗らなくても行ける場所があって、それは一般の道路にある道の駅と呼ばれるものです。私も道の駅が大好きなんですが、地元の農家の方たちが作った新鮮な野菜や果物を安く買うことができるのが道の駅です。この日本のドライバーにとって、こうしたサービスエリアであったり、道の駅は非常に旅の大きな楽しみになるので、とてもおすすめです。さて、いかがでしたか？日本の田舎であったり、都会であったり、様々な場所にある車ですが、少し海外とは違った車の使い方が日本にはあると思っています。そして特に道の駅やサービスエリアは本当に楽しいので、皆さんにもぜひ行ってみてほしいと思います。もちろん電車で旅をするのも楽しいんですが、日本でのドライブもとても楽しいです。皆さんの国には日本のようなこういう休憩所は、高速や一般道路にありますか？そしてドライブの時に必ず食べるものはありますか？私は、コーヒーとグミを一番ドライブの時は食べてる気がします。ぜひ、また日本語でコメントで教えてください。それでは、今日のみゆの日本語カフェはここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。